ワックスの床、激落ちくんでこすりすぎてこんな感じになって困ったことありませんか？ということでおはようございます。今回はワックスが敷いてある床の傷や研磨跡のツヤ部分のリペアに特化した動画になっています。動画のどこかにいつもご視聴くださる皆様にプレゼント企画があります。ぜひ最後まで楽しんでみていってください。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。傷の場所が分かりやすいように白いハードワックスを埋めていきます。本来ならフローリングの色に近い色を入れていきます。今回のやり方は床の汚れを取ろうとして激落ちくんでこすってついてしまった研磨跡も部分的な方法で直せます。ハードワックスを充填してこんな感じ。周りのいらないパテをシンナーで拭いていきます。この時ワックスも溶けてしまうんですが安心してください。後で一緒に直します。研磨して面を整えていきます。この時面を整えると同時にさっきシンナーで拭いてワックスが溶けた部分の縁の部分もよく磨いておいてください。溶けたワックスと触っていないワックスの部分では団地になっていることがあるので、その団地を取るために縁を研磨しています。次に今回の作業で欠かせないワックスポンポンを作っていきます。まずタッパーを用意してください。ある程度きれいに折りたたんだウエスをタッパーの中に敷いてください。次に食器洗い用のスポンジを用意してください。後ろに硬いスポンジがついたやつです。この作業には目が大きいウエスが使いやすいのでコーナンプロでメリヤスウエスを買っています。でもこれにはいろんなウエスが混在しててこの目に当たるかは運次第です。さあ当たりか外れか。当たりです。この目です。なぜ大きな目のウエスがいいかというと、ワックスをつけた時に結び目一つ一つにワックスが染みて、結び目は出っ張っているので軽くポンポンと置いた時にスプレーのようにワックスが出るからです。裏面はこんな感じです。目が細かいのでこちらは使いません。ちなみによくあるウエスはこんな感じで目が細かいです。食器洗い用スポンジにこの A ウエスを巻いていきます。A ウエスの目が A 方を外側に向けて2つ折りにします。スポンジの硬い面を下に向けて真ん中に置きます。長手の方を両方折り込んでマスキングテープで留めます。手前を半分に折ってもう一回折る。向こう側も同じようにします。裏面を見て目がしっかりまっすぐになっているかとシワがないかを確認します。遊んでいる部分をテープで留めます。これで完成です。でも裏面だけ綺麗になってればどんな巻き方でも大丈夫です。一旦これはタッパーに入れて置いておきます。次にリペアで使うワックスを調合していきます。からの洗ったペットボトルを用意してください。今回はリンリエのオールワックスを使います。ツヤに応じてツヤ消しワックスも混ぜたりしています。ペットボトルにワックスを入れていきます。だいたいこれぐらいの量です。次に水です。水はワックス7に対して水3ぐらい、もしくはワックス6に対して水4ぐらい入れます。これは丼勘定で大丈夫です。蓋をしてよく混ぜてください。できたワックスをタッパーのウエスに染み込ませます。ポンポンにワックスを染み込ませます。だいたいこれぐらいの範囲で染み込ませます。研磨してツヤが落ちた部分にワックスを塗っていきます。塗るタイミングも重要で覚えてもらうためにある程度そのまま動画を流します。なぜタイミングが重要かというと、ワックスが乾く前にもう一度引いてしまうと前の半乾きのワックスを引っ張ってしまってダマになったりして失敗することがあります。万が一そうなってしまった場合はダマになった部分を完全に乾かして研磨してまた同じ状況を作って同じようにワックスを引いていけば治ります。足らなくなったらまたつけて同じように繰り返していきます。
これは研磨跡が完全に全て消えるまで続けます。ワックスを塗り重ねていくのでツヤはどんどん上がっていきますが、そのまま続けてください。これで研磨跡が全て消えました。でもここの部分がツヤが上がってツルツルになっています。光が当たってるこの部分をよく見てください。よく見るとワックスの表面はツルツルではなくて、光が点々と反射してワックス表面に細かい凹凸があることがわかります。次にワックスポンポンしていきます。この布の目を使ってワックスをスプレーのように置いていきます。ここもやり方やタイミングをよく見てほしいので、ある程度そのまま流します。ワックスポンポンの効果は、ワックスを粒で落とすことによって周りのツヤとなじませることと、研磨跡を消すために塗ったワックスで上がってしまったツヤを落とすため、ワックスの凹凸を作ることという意味があります。ポンポンしたら治るということではなく、1ポンポン1ポンポン大事なので、心配な方は1ポンポンして乾燥させて離れた目で見る、1ポンポン乾燥離れて見るを繰り返してください。これで完成です。ポンポンの効力を分かりやすくするために、ポンポン前とポンポン後を比べてみましょう。ポンポン前がこんな感じです。ツヤの感じをよく見ていてください。この辺りがポンポン前より馴染んでいます。もう一度ポンポン前に戻してポンポン後に切り替えてみます。ポンポン前、ポンポン後。次にどうなればポンポンが成功しているかどうかを説明していきます。ここで無理やり偉人の名言です。今回もアインシュタインさんの名言を見ていきます。成功者になろうとするな。価値ある人間になろうとせよ。アインシュタインさん、人の価値って何でしょうか？人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる。こと言うてくれるわ、アインシュタイン。どうなればポンポンが成功かというと、細かすぎて映像がなかなか撮れなかったので分かりにくいかもしれませんが、ご了承ください。このポンでこの辺りにワックスの粒が出ています。この辺りはツルツルで、次のポンで粒を落とします。このような感じでワックスがべちゃっとならず、点々点とスプレーのように粒で出ていたら成功です。次に激落ちくんでこすりすぎて剥げたワックスの直し方です。やり方はもう全く同じなので早送りでいきます。この作業で重要なのは、ゆっくり慌てずしっかり乾燥させて次のワックスを上からかぶせることです。完成です。ツヤを見ていきましょう。結構ええ感じですね。YouTube をいつも見てくださる方々へ、僕がデザインしたリペアのステッカーを10名様にプレゼントします。応募方法は金丸補修の Twitter のフォローと、この Twitter の投稿のコメントに応募しますとお手数ですが書いてください。応募者多数の場合は抽選で決定します。できるだけいつも見てくださる方々へプレゼントしたいので、リツイートはしないでください。金丸補修の Twitter のアカウントは概要欄に書いておきます。応募は5月18日までとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。ためになったなぁという人はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。